こんにちは。今日は、日本のトレンドという文化についてお話ししようと思います。この日本語でこのトレンドっていう言葉をよく使うんですよね。そのスイーツのトレンド、食べ物のトレンドとか、ファッションのトレンド、あとメイクのトレンドとか、いろんなトレンドがあるんですよ。僕はそのメイクのトレンドとかあまりよくわからないんですけど、僕みたいなメイクを知らない人でも、ニュース、テレビのニュース見たり、インターネット見ると、そういうメイク、今年のメイクのトレンドとか、そういう情報が簡単に見られるんですよ。なので今日はそのトレンドっていうことについてお話ししていこうと思うんですけど、それで日本のトレンドっていうのはあんまり長く続くものじゃなくて、大抵なんか季節で変わったりするんですよ。夏のトレンドとか秋のトレンドとか、大体季節によって違ったりするんですよね。そんな感じで、その日本でトレンドが大きい文化なんですけど、その大きい文化になった理由は、僕の意見では多分日本で集団意識が強いっていうことなんですね。僕このポッドキャストでよくこれについて話すんですけど、例えばその友達とね一緒にコンビニに入りますよね。でそのコンビニに入ってなんか美味しそうなスイーツがある時に、そのスイーツがなんか食べたいからそのスイーツ買うより、友達がこのスイーツ食べてたから食べるとか、私の好きなインフルエンサーの人がこのスイーツ食べてたから食べる、あとは日本でこのスイーツめっちゃ有名だから食べるみたいな、そういう決め方をする人が多いような気がするんですよ。でその他にも、僕が中学生とか高校生ぐらいの時って、男のめちゃくちゃ人気な髪型があったんですよね。その髪型、マッシュっていうんですけど、マッシュヘアがめちゃくちゃ人気で、僕もマッシュだったことがあるんですけど、クラスの80%、ちょっとやばい時90%ぐらい、みんなマッシュになった時があったんですよね。でその理由も、自分がマッシュしたいというより、なんかもうマッシュじゃなかったらちょっと目立っちゃう、クラスの中で目立っちゃうから、みんなマッシュだから自分もマッシュにするみたいな、そういう雰囲気があったんですね。そのぐらいやっぱり大きいんですよ、そのトレンドの文化っていうのが。それで次にトレンドの作られ方っていうことについてもちょっとお話ししようと思うんですけど、普通、トレンドが作られる時って、例えば、大抵サブカルチャーから作られることが多いと思うんですよ。サブカルチャーっていうのは、あんまり知らない、その少しの人だけが知ってる音楽とか、ファッションがあって、でそのファッションに他の人が、このファッションが可愛いとかこのファッションがかっこいいっていうことに気づいて、最初はサブカルチャーの中だけの、ファッションとかメイクだったけど、たくさんの人がするから、これがだんだん大きくなってトレンドになるみたいな、そういうトレンドの作られ方が、一般的なんじゃないかなと思うんですけど、日本ではそのトレンドの作られ方がちょっと違うんですね。さっき言ったみたいにトレンドが自然と大きくなるわけじゃなくて、その日本のメディアとかね、日本の雑誌の会社とかがトレンドを作るんですよ。今年の、春のトレンドカラーは赤色ですとか、そういうトレンドを作るんですよね。でそのニュースを見た人とかインフルエンサーが、今年のトレンドカラーは赤色だから、なんか赤色のアイテムを買い始めるんですよね。その赤色の服とか赤色のアクセサリーを買って、で街に行くと結構赤色の服を着る人とか赤色のアクセサリーがある人が増えるんですよ。でそれを、他の人が見て、で、あの人も赤色のアイテムを持ってるから私も赤色のアイテム買おうみたいな感じで、これでまたトレンドが大きくなっていくっていう感じなんですね。なのでトレンドが自然に大きくなるというより、会社がトレンドを作るんですよね。でそのトレンドを作ったら、日本の人って結構集団意識がある人が多いと思いますから、他の人も
赤色のアイテム持ってるから私も赤色のアイテム買おうみたいな考え方になるんじゃないかなって思うんですね。それでトレンドを作るっていうのはそのトレンドカラーだけじゃなくて他にもトレンドの作り方があって、例えば、その日本でその春限定のポテトチップスとかあるんですよ。なんか春ポテトみたいな。でその春限定のポテトチップスが、スーパーとかコンビニにたくさんありますよね。でやっぱり、春限定ですから、今だけしか食べられないと思ってみんなそのポテトチップス買いますよね。でまた他の人、その春のポテトチップスについて知らない人もみんなこのポテトチップス食べてるから多分美味しいんじゃないかなって思ってまたその春限定のポテトチップスを買うみたいな。で他にもその、インフルエンサーを使ったトレンドの作り方っていうのは最近多いかもしれないですね。そう日本で多分一番有名な YouTuber ってヒカキンっていう人だと思うんですけど、そのヒカキンが作ったというかヒカキンとコラボしたラーメンがあるんですよね。その味噌菌っていう名前なんですけど、その味噌菌もコンビニで売り始めた瞬間もうみんな買っちゃったんですよ。でその味噌菌のトレンドみたいなものが作られて、で味噌菌じゃないヒカキンに興味がない人もそう味噌菌食べたい。でその味噌菌を食べたい理由は、ヒカキンが好きじゃなくて、そう味噌ラーメンが好きじゃなくて、そうみんな味噌菌を食べてるから、私も食べたいっていう理由ですね。他にも僕の学生の時の話なんですけど、さっき髪型でそのマッシュがめっちゃ人気だったって話したんですけど、もう一つまだそのトレンド、たくさんトレンドがあったんですけど、他のトレンドもあって、蛍光色のエアマックスですね、めっちゃ黄色とかピンクのエアマックスがもうめちゃくちゃ人気になったんですよ。でそのみんなに人気だったわけじゃなくてヤンキーに人気だったんですよね。そうヤンキーがみんな本当にみんなその、黄色のエアマックスとかピンクのエアマックスを履いてるっていう。僕はそういう蛍光色のエアマックスとか全然持ってなかったんですけど、ショッピングモールに行ったりなんか大きい街に行ったりしたらちょっとヤンキーっぽいファッションの人がみんな、蛍光色のエアマックスを履いているっていう時がありましたね。僕がまた高校生ぐらいの時だと思いますけど、で多分その理由も他の人がこれをするから私もこれしたいっていうそういうトレンドの作られ方が、多いと思いますね。でその、僕はそういうファッションのトレンドとかそのヒカキン、インフルエンサーのコラボの商品とか全然興味ないし、その他の人がこのファッションするから僕も同じファッションしたいとか全然思ったことないんですけど、でもその、季節限定のことは結構僕好きですね。その春だからこれを食べるとか、春になってみんな桜を見に行くから僕も桜見に行くとかそういうのは結構好きなんですよ。例えばさっきも言いましたけど、春限定のポテトチップスとか、秋限定のスイーツとかそういうその季節限定の食べ物ってめちゃくちゃトレンドが早く終わっちゃうんですよね。大抵、春限定ですから3ヶ月4ヶ月だけそのトレンドがあって、で夏になったらまた新しいトレンドが作られるんですよ。なのでそういうスイーツとかお菓子作る会社にとっては、結構大変だと思うんですよね。その新しい商品のアイデアを作ってでそれをいろいろ会議してでその製造のラインも作って販売するって、それを3ヶ月4ヶ月でしなきゃいけないですから、大変だと思うんですけど、やっぱりそういう例えば友達に会って今日何食べるかについて話したりするじゃないですか。でその時になんかハロウィンが近いからなんかハロウィンのアイスクリーム食べようとか、そういう季節が理由になって何かを決めるっていうのは結構僕は好きなんですよね。楽しいからですね。その食べ物だけじゃなくてなんか季節限定の
なんかアクティビティみたいなのもいろいろあるんですよ。その春だからこれをするとか、秋だから秋祭りに行くとか、季節限定のアクティビティみたいなのもありますから、やっぱりその季節というコンセプトがあるおかげで、生活が楽しくなるっていうこの季節限定の考え方は僕は結構好きですね。まあそんな感じで今日はその日本のトレンドという文化についてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。